こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。暑い夏が過ぎたと思ったら、あっという間の深まる秋。私ども羽生地区で恒例の秋の鑑賞会の季節となりました。春と秋、ようこそ皆さんと盆栽たちと共にお迎えするイベントです。明日からの開催を前に、チャンネルをご覧の皆様にこの庭の内容をご紹介させていただきます。秋の盆栽といえばやはりもみじの赤、カエデの橙色、そして今ご覧になっている美山街道の見事な実りの姿。どんなに松が素晴らしくてもこの季節には彩りが欲しいものです。なかなか今実物や臓器類が少なくなる中、こういう木を大切に楽しんでほしいものですね。ここにありますような五葉松の山鳥の大樹、これは今まで未公開だった木です。つい最近木村正彦先生によって静止術を終えて初めて皆様の前にご披露しています。山鳥の大県外、200年を優に超えるこの木がいずれお客様のところへお見合いをさせていただく鑑賞会でもあります。私たちプロでもお客様でもそうでしょうか、不思議なものです。こちらのような山垣がたわわになる姿、他の季節ですと何とも目に留まらない木がこのように秋になると晴れの舞台へ登場します。よく今年もなったなぁと、これからこの実が鳥がついばむまで楽しませてくれます。と思う隣には岩崎泰三先生が愛した黒松の明樹がようやく素材の段階から仕上がった姿で飾らせていただきました。まだまだ未完ではありますが、将来の盆栽界を代表する木として今回この鑑賞会にお披露目となります。宇竹亭の庭園の中は大型盆栽だけではありません。この木のように中型サイズと言われる名木も数多くあります。値上がりのとても古い木ですが、私どものこの庭から10年の時をかけて独立した白石さん、その方が作出した木を譲ってもらいました。おそらく国風展も無事に通るほどのレベルの木です。来年飾ってみたいな、まだ間に合います。そのような木もご紹介させていただいています。大型盆栽の間にあるこの中型のもみじの寄せ植え、本当に細かい葉っぱです。種類の名前を雪姫と言います。臓器の名門竹山不要園先生のところで修行をなさった栃木県の西那須野にいる印南御用園さんがたった一本の木から作出して昨年発表した木です。近代盆栽でも最近この種が大特集を得ました。ご縁があって幾本かこの古いものを譲ってもらいましたが、これから盆栽界に出る新しい種類としておすすめの品物、そのような盆栽も宇竹亭の秋の鑑賞会は皆様にお見せしています。応接間の前に飾ってあるこの真柏、写真でもし見たら凄まじい斜里感の芸で大型の木かなと思いますが、ご覧のように中型サイズです。作家としての名高き長野県鈴木真二さんのアトリエから譲っていただいたものです。未完ではありますが、ここからのさらなる枝作りで国風展へと向かうこと確実の木です。宇竹亭の鑑賞会、いろいろな将来のもの、明日国風展に飾れるもの、
お越しになる皆様のご要望に応えながら進めますが、ご覧ください。私どもの園の特徴です。約8割のものがきちんと価格がついています。盆栽の値段というのは分かりづらいと思います。やはりそれをお伝えするのも私たちプロの仕事と思っております。あ、この木はこんな値段なんだ。なんでこの木はこの値段なのかな。そんなご質問もご遠慮なくしていただける、皆様をお相手するこの展示会です。この素晴らしい肌を持つ岩石症の黒松は、九州の地からはるばるこの埼玉へ最近来ました。こんな木がまだ日本のどこかにあったんだなと思うような木です。春の鑑賞会、秋の鑑賞会ともに初めてのお披露目の木を皆様にご覧にいただく季節でもあります。かたやこちらには少し早い、これから楽しめる野梅の名木があります。庭の中、そしてその奥の中庭の方には数百点の盆栽。大中小、素材から国風展に出品の経歴があるものまで、そして水石や掛け軸、いろいろなものを取り揃えた内久亭ならではのこの羽生の鑑賞会です。この庭や外の多くの盆栽以外に、展示場にあるさまざまな道具立て、盆栽もご紹介しましょう。庭園の中にあるこの室内展示場、屋外にある大型盆栽の数々の中にあると、見落としがちな中品や細い木、そのようなものがこの室内に飾ると、あれっていうほどいい顔をするものです。一つ一つを飾り、そこに季節の掛け軸や書、そして水石や道具、鉢、展示をしながら皆様にご覧いただき、お茶を飲みながら庭を見てひとときの時間を楽しんでもらう。こんなこともこの内久亭の庭の楽しみの一つです。展示場の一角に屏風を立てて飾られている梅と杉、とても古い木ですが、最年少で日本の盆栽展の最高峰、国風盆栽展に挑戦した清水千恵里さん。彼女が国風展に入選した木、これを今回は皆様にご紹介しています。千恵里ちゃんはこの羽生内久亭の盆栽教室の生徒さんから上がって一生懸命学んで、このような盆栽を作るまでになりました。将来が楽しみですが、今は一生懸命受験の勉強中。盆栽は私たちが次なる人へご紹介する機会をいただいています。秋の夜長、長夜ともいうこの季節。もちろん盆栽は日の光で見るものですが、夕暮れ時から黄昏の時、日が落ちる時にかかる灯火、そこに見える姿は日本人がわびさびとともに親しんだ幽玄という世界が浮かび上がってきます。時にはこのような置き灯籠を置いた、これから門を閉めるわずかな時を楽しむのも一興です。いかがだったでしょうか。庭園前の盆栽と展示場を中心にわずかなご紹介となりましたが、秋の鑑賞会、盆栽たちが衣装を着てお化粧をして皆さんを待っています。
これの他に奥にある庭園と培養場を兼ねた庭、ここには数百点の盆栽が、自分たちもこの前の庭に行きたいよとたくさんうごめくように育っています。ぜひ皆さんゆっくり秋の時間をこの庭の中で、私たちの言葉よりも盆栽たちの言葉を聞きにお遊びにいらしてください。このわびチャンネルのアーカイブスは、このようなことから小さな盆栽の作りまでいろいろなものをご紹介しています。ぜひチャンネル登録をして、チャンネルの過去もこれからもご覧になってください。本日もご視聴ありがとうございました。